こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は2026年令和8年5月29日に改正入管法が成立をしました。これによって今後在留資格、ビザの手数料が大幅に値上げされることが予想されます。今回は法改正だけになりますので、詳細金額は出てきておりませんが、大幅な値上げというのが改正によって行われました。またさらにですね、J エスタの導入かねてから言われておりましたけれど、正式に導入が決定ということで、今後日本における外国人に対しての影響がどのようなものがあるのかについて見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは日本における在留外国人の人数の推移について見ていきます。年々過去最高を更新をする在留外国人ですけれど、今後どのようになっていくのか。そんな中で発表されたのが外国人政策、方針転換というのが掲げられておりますけれど、こちらも別の動画ではご紹介はしておりますけれど、これが今後どのような影響を及ぼしていくのか。また、今回のメインであります改正入管法、どのような内容が改正成立したのかについて見ていって、その中の一つに J エスタの導入というのがあります。この J エスタ、どのようなものなのか、今後日本に来る外国人にどのような影響があるのかを見ていきたいと思います。そして不法滞在ゼロプランですけれど、もうすでに発表されているものに対してですね、さらに強化推進プランというのが追加で発表されておりますので、この内容についても見ていきたいと思います。今後、企業における外国人雇用というもののリスクが経営のリスクになっていくかもしれません。そういった内容についても合わせてご紹介をしていきたいと思います。まずは在留外国人の推移ですけれど、今現状日本の人口は約1億2000万人、外国人比率は 3.3% と言われております。令和7年度2025年末においては在留外国人は412万5000人になりまして、過去最高を更新。過去最高は毎年更新はしているんですけれど、年々増えていくという状況になっております。そんな中でですね、もうすでに27の自治体においては、外国人比率が 10% を超えているところが出てきております。2040年には日本の人口に対して 10% を超えるという予測も出てきている中、2026年、令和8年1月23日に外国人政策というのが発表されました。従来は共生をメインにしておりましたけれど、今後は秩序ということで大きく方針転換を掲げております。こういった内容で今後外国人におけるやはり秩序を厳しく統制をしていくという流れになってきております。そんな中でかねて言われておりましたけれど、入管法の改正、こちらが2026年、令和8年5月29日に成立をいたしました。改正の概要としては、大きなものとしては、在留資格における変更許可、そして更新許可の手数料の上限引き上げ、また永住許可における手数料の上限引き上げがメインになります。その他に J エスタについての導入も決定をしております。まずは在留資格の手数料の上限引き上げについてですけれど、在留資格の更新や変更に関して従来は上限が1万円でしたけれど、改正によって10万円になりました。また永住許可においても手数料上限1万円だったのが30万円に大幅に引き上げという形になっております。そしてですね、在留資格の更新や変更に関しては、具体的な手数料というのは今後政令で定めて2026年度中にスタートをすると予定になっておりますが、在留期間が長いほど手数料が高くなる仕組みを導入をするようです。例えば、今現状は
6000円になりますけれど、在留期間が3ヶ月以下の場合は1万円程度、1年以下の場合だと3万円程度ということで、在留期間の長さに応じて手数料の金額が変わってくるというように言われております。また、永住許可に関しても、現状は1万円が上限が30万円になりまして、30万円になるかというと、今現状は20万円程度を考えているようではあります。また、一律に20万円というわけではなく、経済的に困窮している場合は、減免や免除ができるという規定もあるようで、今後どのようになっていくかというのに動向に注目です。その他、J エスタの導入というのも決まっておりまして、この J エスタによってどのようになるのか、また J エスタ手数料を取るという話もありますけれど、これら今回の入管法改正によって様々な手数料費用が大幅に引き上げられた結果、この値上げ分何に使われるのかということですが、今現状ですね、在留管理のデジタル化ですとか、日本における日本語学習などの強制支援の費用に充てるということにされております。また、今回決定しました J エスタですけれど、J エスタによって何が変わるのかということですが、今現状観光目的で日本に入国をしようとする外国人というのは、アメリカなど74の国、地域で短期滞在のビザが免除されている状況で、2025年においては3918万人の人が新規に入国をしているという状況になっております。そしてそのうち約8割がビザ詐称を免除されているという状況ですけれど、今後 J エスタの導入によってですね、これらの短期滞在ビザの免除がされている外国人観光客を対象に、不法滞在の防止の強化、入国審査の円滑化を目的として、28年度中に施行を目指すということになっておりまして、渡航前に登録審査を受けるという形になります。そして、この J エスタ導入によって何が変わるかというと、外国人が渡航前に虚偽申請や過去に不法滞在した経歴がないかを確認して、入国をするという形になります。そして、外国人からは認証手続きに関する手数料も徴収をする予定となっております。このような形でですね、日本における不法滞在を排除する、防止するために J エスタが導入をされるという形になります。そもそもですね、この J エスタの導入というのは、不法滞在ゼロプランに基づいている、ところがありますけれど、2025年、令和7年5月に、国民の安心のための不法滞在ゼロプランというのが公表されておりまして、追加でですね、2026年になって協力推進パッケージというのも公表されております。一層に不法滞在に対する取り締まりが厳しくなっていくという形で、では具体的に協力推進パッケージ何が書いてあるのかと言いますと、中長期在留者の入国においてですね、在留資格認定証明書の交付申請の審査の厳格化、そして摘発の強化ということでサイバーパトロール、SNS 等の、活用をして不法滞在を探す。また通報促進策も検討するという形になっております。その他ですね、日本に在留する外国人の方に対してもですけれど、今回ですね、不法滞在のゼロプランの協力推進パッケージに書いてあるわけではありませんけれど、別途発表があったのが、特定技能の外国人に関して、日本語試験、不正受験が横行しているというのもありますけれど、合格証明書の偽造対策として、全申請者の全合格状況を運営団体に紹介をする。今まではですね、サンプルのピックアップという形でしたけれど、今後は全申請者に対してチェックをしていくという形になっております。また、以前動画でご紹介はしておりますけれど、不法滞在ゼロプランの中の不法就労助長罪ですけれど、こちら、外国人のみなる日本の企業においても影響がありますけれど、今現状は、労働者派遣法と有料職業法の許可の欠格自由となっておりますが、今後ですね、各業法における欠格自由とすることを提案と考えているようなので、今後ですね、労働者派遣法、有料職業紹介法における許可以外の部分でも、不法就労助長罪の適用があった場合、許可取り消し等の恐れがあるというふうに思っております。
そしてですね、今後、このような流れの中で外国人雇用のリスクというのがもう経営のリスクになってくるというふうに考えていただければと思います。在留手数料の大幅な引き上げ、そして不法就労助長罪の厳格化になってきますので、外国人雇用は人事労務の問題ではなく、許認可、事業継続のリスクになってくるという形。今回ですね、大きな影響があるのはやはり建設業ですとか外食、そして今後新たに追加されてきます物流倉庫といったところ、またすでに発表されておりますけど、派遣請負ですね、外国人派遣に関しては今後厳しく取り締まっていくという話もありますので、これらの業種においては大きな影響がある。またですね、企業へ具体的な影響としては在留更新コストの増加ですね、企業が持っているのか、労働者本人が費用を負担をしているのかは分かりませんけれど、企業負担のしている場合は企業負担も増えてくるという形になっております。またですね、不法就労助長罪によって今後許認可、入札取引停止のリスクというのもあります。また SNS 等でのですね、摘発のリスクもありますので、まずは企業としては在留期限の台帳の整備をしていただいて、就労の可否、資格外活動の有無、またですね、在留資格と従事している業務との整合性のチェックも必要になってきてきます。また、派遣や請負や委託先の外国人の確認条項というのもありますけれど、ここですね、すでに派遣元だけではなく派遣先においても責任を負わせるような状況になってきておりますので、今後ですね、派遣契約に関しても確認条項を入れるべきだと考えております。そしてですね、採用担当者、現場責任者への教育というのも非常に重要。また、在留資格審査、そして調査等がありますので、調査時に出せるような証拠の保全というのもしっかり行うようにしてほしいと思います。ではですね、自社でどのように対応したらよいかというのはですね、やはり業種や、雇用している外国人の在留資格にもよってきます。これらですね、一度検討してみたい、どのように対応したらいいか、今現状どのようになっているのかについては、やはり専門家に一度ご相談をいただいて、まずは情報収集をしていただければと思います。情報収集が第一歩だと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。